まあこれなんか天空の城ラピュタ系のなんか遺跡って感じですよね。何すかこれ。あ、なんかたこ焼きみたいの作ってる。ロシアンマーケットっていうところに来ましたけど、なんでロシアンマーケットっていうの？正式名じゃないんだよ。うん。なんでロシアの人が買って帰ったらしい。あ、ロシアの人が昔買って帰ったと。正式名称ではないですけど、ロシアンマーケットっていうところ入ってみますね。中はロシアっていう感じじゃなくて、いかにも東南アジアの市場って感じですよね。ここら辺は食品だとか魚だとかですけど、昨日行ったところよりもすごい庶民的な感じだよね。これ伊勢エビちゃう？伊勢エビ？伊勢エビですかね。これアワビです。何ですかこれ。あ、なんかたこ焼きみたいの作ってる。なんかたこ焼き作ってますよね。でっかいたこ焼き。たこ焼きあるんだね。これみたいなさつま揚げです。さつま揚げですか。フードコートまであります。この辺なんかゴミ屋敷にしか見えないんだけどなんだろうこれ。何ですかこれ。何これ。あ、ホンダとか書いてある。なんか部品なんじゃないかと。あ、エンジン売ってる。エンジンもバラしてる。すごいね。あ、エンジンいっぱい売ってる。で、おっちゃん寝てます。あ、すみません、こんにちは。おっちゃん寝てます。ホンダのバイク。Siem Reap No、コンポントン。Kampong Thom OK このバスでプノンペンからコンポントムっていう町に行きます。旅の目的地はシェムリアップなんですけど、先ほども言いましたように今日はコンポントムまで行きます。ちなみにプノンペンからシェムリアップまで直接行った場合の時間は5、6時間っていうところで、バスの料金は6ドルから16ドルぐらいで、場合によってはコンポントムに行くより安いですね。じゃあプノンペンさよなら。これ今多分ね100キロぐらい出てんだけど、これ一般道ですよこれ。すごい。このカーブで行くのは結構勇気が。バッジがあるから。今19時。今コンポントムに来たんですけど、ここの街で出会った、トゥクトゥクのおじさんにレストランに連れてってもらいます。はい、よろしくお願いします。こんにちは。はい。
ここのレストランおすすめだっていうんでちょっと入ってみます。はい、じゃあ乾杯。これでこれスモールだよね。もう十分じゃん。だからって書いて66っていうもの食べてみます。サイコロステーキみたいな感じだね。確かにこんなにご飯あればこれどんだけなご飯だかわかるかな、このご飯の量。はいこれ結構な量だぞ。ミドル一体結構な量。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、じゃあ今日のお宿はここです。ここも広いね。おはようございます。今日のカンボジアは雨です。おはようございます。じゃあサンボプレイクック連れてってください。はい、お願いします。じゃあこの雨の中トゥクトゥク乗っていきます。セブンイレブン、どこのセブンイレブンだろうねこれね。なんか肉まんみたいのだけ売ってたからこれなんとかなったから1.14ドルの肉まんになりました。卵とねお肉ですね。カンボジアのトゥクトゥクってタイみたいな専用車と違ってバイクに荷車をつないでる構造なので雨の日の運転手さん大変そうですよ。このガソリンスタンドでねちょっとトイレ行ってきます。あ、小学校、日本人が作った小学校だ。調べるとこれは厚小学校中学校で1993年国連ボランティア任務中に銃撃で亡くなった中田敦人さんを記念した学校なんだそうです。はい、サンボプレイクックっていうとこ来たんですけど、いやここさ7時に開くっていう話だけど今7時20分ぐらいでまだ閉まってるよ。これどうなってんのこれ。今8時になってようやくオフィスは開きましたね。やっと買いました。8時になって1時間遅れましたね。雨ですけど
まあこれなんか天空の城ラピュタ系のなんか遺跡って感じですよね。カンボジアではアンコールワットの近くにあるベンメディア遺跡がラピュタのモデルとも言われるんだけど、ここも結構ラピュタっぽいよね。あ、そうなの。すごいねこれ。完璧に木に覆われてる。これがね、空中庭園のレリーフってことで、まさに天空の城ラピュタですよねっていうことにしようか。今から行くところがメインらしいですね。ここの建物とこの建物があって、四つ角に今みたいのがあって、ほんでその中にこれがあるそうです。そして中にあるのはこのでかいやつ。これなんていうもんだっけ、忘れちゃったね。でかいあれですね。こっちから降りない方がいいや、危ない。うん、これなんか人の顔が口開けてるみたいです。森の奥に遺跡があって、こっちにもあるよ。今9時過ぎ9時過ぎになってないけど、9時前の。もう9時、もうすぐ9時ですけども、時間切れということで帰りましょう。ここがね、バスストップなんですけど、ここでバス止まるらしいんだけど、ちょっとご飯買いに行ってきます。これ分かれるのかな。ちょっとお弁当でも買おうと思って来たんだけど、これわあ、すごいマーケット。すごい。ご飯しょうがないからセブンイレブンで買います。もう朝食べたのと同じような肉まんをくださいって言ったら、今から解凍するみたい。肉まん 1.14 ドル、ビールが 0.81 ドルでした。はい、バスがね45分ぐらいで来ましたよ。
もう、11時15分発のはずがもう12時ですね。ようやくコンポントム出発しました。45分遅れで出発します。これからシェムリアップに行きます。ただいま午後2時、もうすぐシェムリアップですね。ここまでずっと舗装された立派な道路が続いてるんですけど、13年前シェムリアップからタイに陸路行った時は無舗装の凸凹道が多くて、今回もそういうのを想像してたんですけど、結構拍子抜けですよね。もともと舗装されてたのか、それとも近年整備されたのかわかんないんですけど、タイやベトナムと変わんなくて、とにかくアジアの最貧国というイメージはもうない感じですよね。ただいまね午後2時11分ぐらいですけど、意外とね予定通りねシェムリアップに着いちゃったよ。45分遅れで出発したからだいぶ遅れると思ったんだけど、意外と早く着いちゃいましたね。というわけで、おとといホーチミン出発して3日間かけてバスで550キロを走破しました。今ですね、シェムリアップのホテルにトゥクトゥクで向かってます。思ったよりも記憶してるよりも街が大きい感じするよね。いや、絶対10年経って変わってると思う。10年経って大きくなったんですかね。信号映ってるんですけど、これね、13年ぐらい前に来た時、どっか信号って街中に1個しかないみたいなこと言われてたんだけどね、信号なかったもんね。ちょうどここだった。はい、これがねアンコールワットの宿です。チャンネル登録よろしくね。